にちは、八代あかねです。今回はドットが書けるドットペン3社書き比べ選手権、イエーイ。以前ですね、こちらのエポックケミカルさんが出されている丸ライナーを動画でご紹介したことがあるんですけれども、世の中にはですね、他にもドットが書けるドットペンが発売されているということを知りまして、今回はこちらの丸ライナーと、あとこちらですね、呉竹さんから出ているジグクリーンカラードット、そしてこちらセリアで販売しているカラードットマーカー、こちらのね3つのメーカーさんのドットペンを書き比べして勝手に比較しようという企画でございます書き心地とかね、色味に関しては完全に個人のね好き嫌いがあると思いますので、あくまでも参考程度でご覧いただけたら嬉しいです。それでは早速試していきましょう。はい。というわけでね、まずはこちら、エポックケミカルさんから出ている丸ライナーでございます。こちらはね、以前動画でも色をね、試したり、書き心地をね、試したりしているんですけれども、今回書き比べということでもう一度書きたいと思います。私はね、こちらの丸ライナー36色セットポーチ付きっていう商品を福袋で購入しているので、ちょっとね、定価では購入していないんですが、丸ライナー自体は1本140円プラス税っていうのが定価でございました。今回はねドットペンの書き比べなので、このねポーチにはこの丸っていう丸いねペン先のものと細いペン先の細っていうのがあるんですけれども、今回はこの丸だけ、このドットが書ける丸ライナーだけを使いたいと思います。はい、こちらがね丸ライナー全色計24本ございます。今回はね各紙はイロフルのルーズリーフ使いたいと思います。それではね単純にドットを打っていきます。丸ライナーはやっぱり丸の大きさを調節するのが訓練が必要なんですよねまだ私は全然下手くそです。大と小はね簡単に書けるんですけど、中が難しいですね。真ん中ぐらいの大きさっていうのがなかなか難しいです。はい、今ね丸ライナーすべて書いてみました。こんな感じでね、使ってる紙によってね若干ね発色とか変わると思うんですが、これ今回使ってるのはねイロフルさんなので、紙の中でもねペンの発色がよく出る紙になっております。丸ライナーは結構蛍光色とペールカラーが多めかなっていう印象なんですけれども、押し込んだ時のねドットの形自体はとても綺麗に丸になります。ただねこの丸の大きさの調節は本当に訓練が必要です。どれぐらいのね力加減で押し込むかによって大きさが変わってくるので、これは私が精進しなくちゃいけないところでございます。あとね前回の動画でもお伝えしてるんですけど、この丸ライナーは結構ですねこのペン先の硬さがペンによって個体差があって、硬めのギュッて押し込まないと丸がうまく描けないペンがあったり、逆にこれ柔らかいって思うようなペンもあったりします。なのでねそこら辺は個体差が若干ある製品なのかなっていう感じはしますね。で裏写りなんですけど、イロフルさん優秀ですね。前回のね動画を見てくださった方はねご存知だと思うんですけれども、無印のね100円のノートを使った際には裏抜けがすごかったんですよ。3ページ分ぐらい裏抜けしまして、これはすごいねって、押し込むタイプのねペンなのでどうしても染みちゃうのはわかるんですけど、ページ3枚かって思ってたんですが、イロフルさんがこれは優秀だと思います。全然裏抜けしてないですね。皆さんイロフルさんおすすめですよ一応ねお見せしとくと、今回使ってる紙はこちらになります。イロフルのルーズリーフシートですね。バーコードこちらです。これはびっくりしましたね。完全に裏抜けしてると思ってたので全然してない。普通の蛍光ペンではあるので、速乾性とかは、若
干遅めかなって感じはしますね。普通に当たるとこう滲んじゃったりはします。でもどの色もとても可愛くて使いやすそうな色ですよね。蛍光に関してはめちゃくちゃ発色がいいです。さあ続きましてはこちら呉竹さんのねジグクリーンカラードットでございます。このね丸ライナーを購入する時に実はこのクリーンカラードットにするか丸ライナーにするか超悩んだんですよ。ただねその時丸ライナーの方が福袋でねすごくお安くなっていたので、まずドットペンってどんなもんだろうと思ってこの丸ライナーを購入しました。ただね今回気になっていたクリーンカラードットもゲットでございます。今回ね私が購入したのはこのシングルっていうタイプになります。ツインっていうタイプもあって、ツインはねこの両側にペン先があるタイプで1本は細い字が書けるやつですね。今回私はドットペンが欲しかったのでシングルにしました。クリーンカラードットのシングルのペンは1本のお値段は165円になります。でこちら今回全色ではなくて私はマイルドカラーとマイルドスモーキーのセットを購入してます。このシングルバージョンだとあともう1個ハイライトカラーセットっていうのがあります。よくある蛍光ペンの色ですね。今回はこちらの2つのセットとあとこちらですね、この呉竹さんのドットペンにはメタリックカラーのドットペンもあります。なのでねこちらのメタリックカラーも試したいと思います。今出して初めて知ったんですけど、このメタリックカラーの方はツインペンになっているのでこのねシングルバージョンよりも長いし若干太いですね。面白い。さあじゃあまずはノーマルカラーからいきましょう。マイルドカラーですね。さあいきます。はい、ジグクリーンカラードットもね書いてみました。結構ねこのペンの外見から見た色的には似てるのもあるからなって思ってたんですけど、例えばねこの紫とかねちょっと似てますよね。書いてみるとね全然似てないですね。全く別物と言っていいでしょうっていう感じで、丸ライナー全色買った後にジグのクリーンカラードット買っても色味的にはほとんど被ってないと思いました。今回ねこのジグクリーンカラードットの方はハイライトカラー購入してないので蛍光色がねないんですけれども、このくすみ系のね色で見比べてもこのクリーンカラードットの方がより水彩っぽい感じでちょっと薄いんですよね。あとねこのタイトルにもある通り若干ねスモーキーでねくすんでる色味なんですよ。このマイルドカラーの方も若干おとなしめというか水彩っぽい感じになるなと思いました。このドットのね書いた時のギュッて押した時にファッとねこうインクが広がる感じもこの丸ライナーよりも水っぽい感じで書いててねすごい水彩だなーって思いながら書いてました。丸自体はねやっぱりドットライナーなだけあってね綺麗に丸が打てます。で一つね大きな違いとしてはこのクリーンカラードットの方がペン先が若干柔らかいと思います。この丸ライナーよりも。であんまりね個体差がなくどれも同じぐらい柔らかかったので一番小さい点を打つのに向いてるのは丸ライナーの方だなと思いました。柔らかいのでちょんとしか書かなくても表面積が多分増えるんですよね。なのでもう本当に若干の差なんですけどちっちゃい点を打ってもこれが一番小さい、本当に当てただけでもこの大きさなんですよ。丸ライナーの方が若干ちっちゃいかなっていう感じがします。なので細かい点を打ちたいなって思ってる方は丸ライナーの方がおすすめかも。で水彩っぽい柔らかい優しい色味が好きだっていう方はこのクリーンカラードットの方がいいかも。あと大きい丸ですね。柔らかいので大きい丸は打ちやすかったですね。でメタリックなんですけど白いペーパーに書くとこのシルバー以外はほとんどメタリッ
クかどうかわかんないぐらい鈍いメタリックな感じですよね確かに光沢はあるんですけど、もうこのパープルとかはねもう結構マットな感じになっちゃってますし、このなんだろう、インクがギュンってなって溜まったインクだまりの部分にかろうじて全部のカラーでラメが残ってるかなぐらいで、シルバー以外はねあんまりキラキラはしません。間近で見るとね、確かに光ってはいるかなとは思うんですけど、マットな輝きっていう感じですねで一応ねこのメタリックは黒い紙にも打ってみましょう。はい、黒い紙に書いてみました。今回ねちょっとねちっちゃめに点が打てましたね。これ熟練度なんでしょうかね黒い紙にね書くと発色は白い紙に比べてねやっぱり映えるなっていう感じはするんですが、メタリックかどうかと言われると黒にしてもそこまでキラキラはしないですね特にこの白い方ではね光沢があったシルバーが黒い方だと白っぽくなっちゃってるなっていう感じがして、このねガラスフレークのキラキラペンとかすごいキラキラするんですけど、これまた別のメーカーさんなんですけどね、普通のペンなんですけど、例えばこういうキラキラ度を求めてる人からするとちょっと全然キラキラしてないです伝わってくれますかね。明らかにシルバーっぽいラメというか粒子はあるんですよ。それはわかるんですけど鈍い光なんですよね。光ってないかって言われるとそんなことないんです。光ってはいるんです。ただキラキラではないんです。金属みたいな光り方かな、伝わるといいなと思って表現しておりますけれども、ただすごい発色いいですね。このクリーンカラードットはこの水彩っぽくなるっていうのもあって、インクがジュワッとこの丸ライナーよりもにじみ出たんですよ。なので乾くの大変そうだなと思ったんですけど、結構ねすぐ乾いてくれましたね。このメタルの方が若干乾きにくいかなぐらいで特に問題なく乾いてくれました。裏写りはこんな感じで、若干このジグクリーンカラードットの方が裏抜けしやすいかもしれないですね。でもこれメタルの部分だ。この普通のマーカーの方は全然裏写りしてなくて、この丸ライナーとね同じぐらいなんですけど、このメタリックの部分がすごい見えますね。裏からもね裏写りまではしてないんですけどちょっと見えちゃいますね。すごいですね。同じドットマーカーでも結構違いますね。であとここの2つの大きな違いはペンの長さですね。この丸ライナーの方が圧倒的に短いんですよ。なので男性はねこのクリーンカラードットの方がいいと思います。こんな感じ結構違いますよね。私の手結構ちっちゃい方なんですけどそれでぴったりぐらいなんです。若干短いかなって思うぐらいなんですよ。むしろ結構ギリギリなんですよ、ここに当たるのが。なので男性とか手が大きいっていう方はちょっと丸ライナーだと短いって感じると思います。ちなみに普通の油性のマッキーと比べても丸ライナーこんな感じで、多分このクリーンカラードットがほぼほぼ一緒ですね。キャップの分ちょびっと長いですけどペンの長さ自体はほとんどマッキーと同じぐらいだと思います。さあそれではね最後こちら100均で購入したカラードットマーカーでございます。こちらはセリアで購入しました。でねこちら現在第2弾まで出ているんですけれども結構ね人気みたいで、私何店舗かねセリア行ったんですが第2弾はね多分これでコンプだと思うんですけれども、第1弾の方はこの色しか残ってなかったのでちょっとごめんなさい、全色ではないんですけれども10色今回手元に用意することができましたね。こちら1パック100円なので2本で100円ですよ。コスパは圧倒的ですよね。1本50円で
ございます。すごいですよね。早速ね開けていきたいと思います。全部出してきました。デザインもねすごい可愛くて、白地にカラードットマーカーって書いてあるシンプルなペンなんですけど、一個だけ難点を言うとすると、このペンには何色かが書いてありません。このね色だけを見て判断することはもちろんできるんですけど、例えばこれだったらターコイズグリーンなんですよ。だけどそのターコイズグリーンという名前はどこにも書いてないです。なのでこれ袋捨てちゃうともう何色かわかんないですね。緑としか言えなくなっちゃう。これはオリーブですね。もちろんねこのブルーとかバイオレットっていう形で単純な色味もあるんですけど、これとかもスチールブルーとクールグレーなんですよね。なんで名前書かなかったんだろうって若干不思議です。この色のね名前しっかり覚えておきたい方はシールとか貼った方がいいかなとは思いますね。これがパウダーピンクで、これがライトオーキッドで、ピンクでイエローでございます。1本50円ですからね。長さはほぼほぼこのクリーンカラードットのメタリックツインペンと同じ長さです。ちなみにこれもねツインペンです。こっちが細めのマーカーになってますね。でこっちがドットペンでございます。さっきのこのクリーンカラードットも同じですね。形はこのメタリックのに似てますね、非常に。さあそれではね点を打っていきたいと思います。はい、100均のペンも使ってみました。若干個体差はあるものの、基本硬めのペン先だなと思いました。丸ライナーに近いんですけど、でも一番硬いかなっていう感じですね。あと最も大きな違いは、こちらの100均のドットペンはこのドットの幅が3ミリまでしか打てません。で、この他のね丸ライナーとジグクリーンカラードットは5ミリまで打てるんです。なのでねこうパッと見ても分かっていただけると思うんですけど、どんなに強く押してもこの3ミリ幅のドットが最も大きいドットになります。なので若干ちっちゃいかなと思いました。よくある既存のチェックボックス、トゥードゥーリストとかのチェックボックスを一発で塗りつぶしたり、四角いマスをギュッと塗りつぶすのはやっぱ5ミリぐらいないとちょっと不安かなっていう気はしますね。5ミリあれば逆にちょっと弱く打てばちっちゃく3ミリぐらいのドットも打てるんで、ただこの100均の方は最高が3ミリっていう形になりますね。ただねこれ固めなのでやっぱちっちゃいドットは打ちやすかったです。あと色味なんですけど、100均もね十分1本50円のペンにしては素晴らしい力をね発揮してくれてるとは思うんですけれども、この他の2つを使った時にギュッて押してジュワって出てくるインクの量で比べると圧倒的に少なかったです。なので大きい丸3ミリの丸を押そうとすると結構力がいる感じがしました。ギュッとね。でやっぱり他のペンに比べると若干気持ち薄いかなっていう気がします。でも十分働いてくれてると思いますけどね、50円なんで。はい、ちなみにキャンドゥさんでこのジグクリーンカラードットは1本100円で売られてるのを私は見ました。なんでね1本安くても100円で、こっちは1本50円っていう風に考えるとコスパは最強だと思います。あとはでももう好みの問題だと思います。やっぱり5ミリ幅の大きめのドットが描ける方がいいなって思う方はもう丸ライナーかジグクリーンカラードットになっちゃうと思いますし、発色が良くてたくさんの色味が欲しいっていう方は丸ライナーかなって思いますし、逆にねメタリック系が欲しいっていう方はもうジグさんしかメタルはないので、本当にもうあとはお好みでっていう感じなんですけれども、ちなみに100均の裏写りも全然大丈夫ですね。この2つはね圧倒的に押しててもジュワッ
っていう感じがしたんですよ、インクの。だから使う紙によってはかなり裏写りすると思います。このね、イロフルさんの紙は結構優秀かも。で100均のペンは普通のハイライターのマーカーのペン先が丸くなっただけっていう感じではあります。ちょっと比べてみましょうか。パッと見の形状はねやっぱ一緒ですよね、ドットライナーなんでね。でもこうやって見ても100均の方がペン先が細いですよね。ペン先はこんな感じですね。まあね、コスパに関してはこの100均のペンは、もう固定でセールをすることはないと思うので、固定で1本50円っていう感じで最強なんですけれども、この丸ライナー、このエポックケミカルさんの丸ライナーに関しては楽天にねエポックケミカルさんのウェブショップがあるので、そこをね確認しておくとたまにねすごいセールをやってくれてる時があります。であとこの呉竹さんのねこのクリーンカラードットはいろんなね文房具屋さんとかネットショップさんとかがね取り扱ってるんですけれども、場所によってはねすごくお安く手に入ったりもするので、そういうのも活用して、この3社どれがいいか、または全部買うかぜひ検討してみてください。今使った感じ全部おすすめできます。それぞれの良さがあるなっていう風に感じるので、うまいこと3社を組み合わせて一番お得だったり一番好きな色で筆箱を構成するのもいいんじゃないかなと思いましたね。はい。というわけでね、今回エポックケミカルさんの丸ライナーと呉竹さんのジグクリーンカラードット、そしてセリアで購入した100均の2本で100円のドットライナーを試してみました。少しでも参考になれてたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録と評価の方よろしくお願いします。励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。